皆さんこんにちは。Welcome back to Sales Japanese Podcast. This is episode 10. 今日のポッドキャストのエピソードは特別な回で、私の高校からの友達であるあやに来てもらっています。ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。お願いします。今回私が日本に戻ってきたのは、実はあやの結婚式があるからでした。結婚おめでとう。ありがとう。なので今回のエピソードではちょっと2人で結婚について話していきたいと思っています。はい。じゃあそもそも私たちは今25歳で、私の友達の中では最初に結婚したのがあやで、結構この年代では早い方、今の時代だとね。ですけれども、結婚したのはなぜ結婚したのか。まずはこの人だって思える人、この人と結婚したいなって思える人と出会ったからですね。まずは。なので結婚が先に来るというよりかは、その人がそこにいて、この人と結婚したいって思った。そう。絶対結婚したい、絶対結婚したい、結婚するなら誰だ、この人だじゃなくて、この人と出会って、この人と結婚するんだろうな私みたいな直感ですね。だから理由は説明できないけど、なんでこの人と結婚したいって思ったのって、なんでそんな確信を持てたのって言われると、理由は説明できないけど、きっと私はこの人と結婚するんだろうなっていう、もう揺るがない確信がありました。逆にどんな人だったらそんな確信は持てない？まずは私はめちゃめちゃ愛されたい人なので、愛情表現が少なかったり、そもそも人を思いっきり愛す感じじゃない人とは違うなって思うけど、今の人はもう最初からもうまっすぐ、もう好きだみたいな。で、しかもすごくそれをまっすぐに表現してくれるから、まずは愛情表現が大きいこと、あと愛がまっすぐで大きいこと、それはあったのかな。あとはやっぱり、誰かと一緒にずっと生きていくって、だんだん人間関係も年を重ねるとどんどん狭くなっていくじゃない？そんな時に、次第にその人としかやらないことっていうのも増えてきて、いろんなことが基本的にもう私と夫でやることみたいな。どっか旅行に行くのもそうだし、どっか遊びに行くのもそうだし、子育てだってそうだし、だんだんこの人としか行動しなくなってくるって時に、夫とはすごく趣味もあって、もともと出会いが学校の部活、山岳部。だから登山っていう共通の趣味を持ってて、他にもスキーとかキャンプとかアウトドア全般的にお互い好きで、そうやって一緒にできることがあって、この人と二人っきりでも多分幸せに生きていけるなって思ったのかな。多分パートナーに何を求めてるかとか、パートナーから何をもらえて幸せに感じるかっていうのは人によって違って、で、あやの場合、メインにこの2つがあって、それがちゃんと満たされていた。でもそんなロジカルに説明できるものでもないよね。なんか頭の中でチェックボックスがあって、この人愛情表現チェック。はい、この人一緒に行動できそうチェック。結婚みたいになるわけではなく、なのはないけど、でもそういうのが無意識のベースではあって、あやがさっき最初に言ってたように、もう幸せ疑うことがないっていうのは多分それが全部満たされているからじゃない？もし一つでも満たされてたかったら、この人でいいのかな、って迷う。でもしその迷ってるから完全に幸せではない。確かに迷う余地はなかったってことね。迷う余地はなかった。この人と結婚したいって思う理由は多分いっぱいあるんだけど、そのさっき言った愛情表現とか、ずっと一緒にいられるとか、それ以外にもいっぱいこの人がいいなって思う理由はあったんだとは思うけど、少なくとも迷う余地は一個もなかった。なるほどね。もし誰かが、
結婚相手にはどういう人がいいですかって言ったら、それはわかんないけど、もし結婚を迷ってるとしたら、その相手はちょっと違うんじゃないってことね。じゃあ、それほど確信していたけれど結婚したいとね。でも結婚しないという方法もある中で、結婚することを選んだ理由は何ですか？もともと子供がいっぱい欲しいなって思って、もうとにかく子沢山が良くて、でも子供産むって大変だし、年取ったらそんな簡単には産めないから、なるべく早いうちに産み始めたいと。で、子供を産んで育てるってなった時に、やっぱり法律的に結婚している、籍を入れて子供を作ってっていう方が、何かと便利というか、いろんな支援とかも受けやすいし、例えばだけど自分たちに何かあった時に、私の財産が子供にも行くとか、例えばだけど、国にもよるけれど、家族であるっていうことの威力はすごいよね。威力というかパワー。やっぱり法律的にも社会的にも、いろんなことでサービスを受けやすいし、得があるね。逆に今の旦那さんと結婚することに関して、迷いはなかったけれど、結婚一般的に考えた時に、結婚のリスクとか、もしくは不利な点というか、ネガティブな点とか考えつく？結婚して不利な点ある？私的には、周りを見て、結婚して何十年も経ってて、まだすごく幸せっていう人が私の周りでは結構少ないので、でも不幸せなんだけども、子供もいるし、結婚もしてるし、で、日本は今変わってるけど、親権をシェアっていうのが昔はなかったので、離婚したらどっちかに親権がいっちゃうとかで、離婚しにくい人もいるし、で、なんか、あんだけ誓って結婚したのに、30年後にはそれが足かせとなって2人の幸せを妨げているっていうのは少し悲しいなって思うことがあって、それはリスクというか、結婚した場合には別れるのも難しいっていう感じかな。一種の束縛だよね。そうね、法的な束縛だよね。別に離婚するのも本人たちの自由だけど、でもやっぱ子供がいるとね、特にね、離婚しづらいよね。そうだよね。やっぱ子供のことを考えても、親が離婚してる子供で幸せな子たちだっていくらでもいるとは思うけど、やっぱ親としてね、子供の親として、親が離婚してるのはどうなんだろうって思って離婚しづらいのもあるのかもしれないけど、でもあんま考えなかったな、それは。例えば、離婚することになったらどうしようとか怖くなったことはある？ないね。っていうかね、離婚したらどうしようって思う人とは結婚しない。もう、新婚員さんなんてさ、一番さ、幸せ、ただ中で、そんな不安抱えてちゃいかんよね。もう抱えてる時点で、それはもう、まだ早いってことだよね。その人でいいのかもしれないけど、まだ早い。ちなみに今、金銭的な問題とか、もしくは無駄だからとか、そんな必要ないからという理由で、結婚式をそもそも挙げないっていう人も結構いますけれども、この籍だけ入れて結婚して結婚式はしない。なぜ結婚式をしましたか？はい。まずは、私たちは、本当に親が結婚式のお金を少し出してくれたとか、私たちもありがたいことに、ある程度お給料ももらってて、ある程度もともと貯蓄もあったっていう意味で、金銭的な不安がまずそこまでない。ありがたいことに。そういうことがあって、あとはやっぱり私たちが結婚した姿を見届けてほしいって思える友達もたくさんいて、何より2人とも目立ちたがりだし、やりたいこともいっぱいあったし、結婚式の中でやりたいこともいっぱいあったし、もうとにかくもう楽しくド派手に思いっきり私たち結婚しますみたいなもう結婚宣言をもうとにかく
と派手にやるぞみたいな感じ。なのでものづくりとか、あとはパフォーマンスパフォーマンスとかが好きな人にとっては、こう一生で一度の傲慢に自分の家族やら友達やら死ぬほど呼んで場所も貸し切りして自分の好きなことを好きなだけできるっていう最高の場ですよね。楽しかった。楽しかったですよ。あとはもう一個あるのは、私は25、彼は26で結婚してて、身の回りの中では結婚はすごく早い方で、私たちの結婚式が初めて、友達の結婚式として参加するのは初めて、大人になってから参加するのは初めてみたいな友達が多い中で、結婚っていいものだよみたいな、思いっきりこう愛し合って、思いっきり愛情表現をして、思いっきり結婚して、そういうその上で私たちの幸せそうな姿をみんなに見てもらって、少しでもなんか誰かと愛し合うっていいなとか、結婚っていいなとか、なんか結婚式楽しそうだなとか、そういう一連のこう恋愛とか結婚っていうものに対して来てる人たちが少しでもポジティブな気持ちになってくれたらいいなみたいな、これから結婚するかもしれない人たちに何かポジティブな影響を残せたらなっていうのもあって、思いっきりやろうってやりました。では以上が私たちの結婚に関する、話でした。あや、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次のエピソードで。バイバーイ。